肉汁がバーッと出てきたっていう、最高でした。こちらで。いらっしゃいませ。コスパがいい。はい。1000円しない。これの値段はやっぱり安いよ。ご飯おかわり無料サービスしております。おかわりの際お声掛けください。はい、来たらラーメンサイズ。お肉は自分自身も大好きなので、ステーキとハンバーグを売りにしてるお店なので、中途半端なものは出したくないですね、お客様には。兄で先日30歳になりました。店長として、店舗責任者ですね。主に、全体を見るというか、サービスから、調理まで全般を、見て回るような仕事ですかね。弟です。今年で22になって、ちょっと兄とは年齢差のある兄弟です。一生懸命頑張ってるんで、私も少しでも手助けができればと思ってちょっと始めてみました。北海道産のサーロイン。国産なんですね、北海道。美味しいですね。脂身とその間に筋があるので、この部分がどうしても硬いので、この硬い部分を取り除く作業になります。お肉は自分自身も大好きなので、毎日食べても飽きないですね。お肉にこだわってるんですね。やっぱりステーキとハンバーグを売りにしてるお店なので、中途半端なものは出したくないですね、お客様には。営業中にカットして提供。どうしても切っちゃうと、そこから表面が酸化しちゃうので、オーダーが入ってから直前に切って焼くような感じです。赤身のサイコロステーキですね。これで1本3キロですかね。サイコロって言っても、うちの名物の赤身ステーキの同じお肉を使ってるんで、サイコロとは思えないぐらい美味しいですね。焦がしニンニクソースがうちのメインのソースなので一番人気ですね。こういうソースも全部手作りなんですか、基本的に。そうですね。コクとか甘み出すためにフルーツとか入れてたり、毎朝こうやってその日使う分を用意してます。辛味噌ですね。結構ベースが甘いソースなので、少し辛みというかパンチを効かせるために隠し味みたいな感じで少し入れてます。
これベースは一緒なんですよ。ただステーキにかけてる焦がしニンニクをそのままハンバーグにかけてしまうと、はいちょっとしつこくなってしまうんで、はい。そのハンバーグに合わせて少しさっぱりさせるような感じでちょっとだけレシピが違います。さっぱりして、あとコーンスターチでとろみもつけてるんで、ハンバーグによく絡むようになってますね。これは水菜ですね。水菜とあとレタスとサニーレタスと今サラダを作ってます。たまたまご兄弟で。そうですね、オープンの時は、はい自分一人で最初オープンしたんですけど、半年ぐらい、経った時ですかね、弟がちょうど、転職を考えてて、じゃあ一緒に働こうよっていうことで、うちに誘ったっていう感じですね。一緒にやってからはまだ半年ちょっとですね。このお店自体がまだオープンして1年と少しなので。これお漬物ですか？そうですね、味が染みるまで漬け込まなきゃいけないので早めに作って味を染み込ませちゃいます。浅漬けの素ですね。これを入れて揉み込んでちょっと漬け込んで。辛味噌でステーキにお好みでつけてもらうものです。じゃあ調理始めます。接客の用語いきます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
かしこまりました。かしこまりました。またどうぞお越しくださいませ。またどうぞお越しくださいませ。はい、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。お願いします。娘がバイトが入ってない時は、はいでもいつでも食べたくなったら来る感じです。あ、そうなんですね。特に何食べるんですか？私ははいステーキを食べるんですけど、はい。家族はハンバーグが好きで、あお待たせいたしました。オープンいたします。どうぞ。お客様は3名様ですか？お待たせしました。いらっしゃいませ。どうした？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お願いいたします。いらっしゃいませ。ご飯の量は普通盛りで。そしたら1から4まででステーキあります。はい。いらっしゃいませ。全部で。うん。あれだけで。ステーキだけで。2のニンニクボール。13のハラミレギュラーです。はーい。失礼します。ハラミ
味噌お好みで皆さんでご一緒にお使いください。13のわさびスモールお願いします。あ、これでスモールなんですか。モールあ、でこれわさび醤油でついていて。わさび醤油ごめんごめんごめん。はい、お願いします。はい、サーロイン250、13で。はい。お待たせいたしました。北海道サーロインバーグ650ステーキとなります。鉄板も追加で加入をはい。ご飯のおかわりが無料となっております。了失礼いたします。ゆっくりどうぞ。これ大きいですね。ハンバーグはすごいおすすめで、肉汁がすごいふわーっと出て大好きです。どうですか？相変わらずです。美味しいです。牛すじ煮込みです。赤身ステーキはいを仕込みの段階で取れる筋を使ってお店で毎日手作りしてます。何個ですか？一応読んでみて、はい。熟成赤身ステーキの、レギュラーを2つお願いします。このお店で一番出るのってどういうメニューですか。熟成赤身ステーキがやっぱり一番人気ですね。脂身が少なくてさっぱりしていて、それでいて柔らかい。ただ少し筋があるので、やっぱそちらの処理が少し大変っていう感じですかね。このまま使ってしまうとやっぱ筋が口の中に残ってしまうので、そちらを取り除いて提供してるっていう感じですね。そしたらそろそろ料理終わるよ。よっ。これで上がります。よっ。追加でお願いします。11のニンニクレギュラーから。よっ。6のニンニクレギュラーです。はい。 1のニンニクレギュラー1つ目です。はい。失礼いたします。お待たせいたします。ニンニクレギュラー1つ目でございます。辛味噌お好みでステーキにご一緒にお使いください。失礼いたします。失礼いたします。お待たせいたしました。ニンニクレギュラー2つ目でございます。ご飯おかわり無料サービスしております。おかわりの際お声掛けください。ごゆっくりどうぞ。失礼いたします。
くりだよ。お願いします。4のニンニクレギュラーです。6のニンニクラーはい。お願いします。6のニンニクラーズです。はい、お待たせ失礼いたします。鉄板落ちでお気をつけください。失礼いたします。失礼いたしました。お願いいたします。はい。席の上でベルマになりますのでご来店ください。すごいですね、満席。そうですね、雨だけど、まあなんとかこれぐらいの時間には。外も待ってますもんね。ブザーあるんで、お車の中でも待てるんですけど、結構ああやって並んでくださる方とか、あと晴れの日なんかは結構外にベンチがあるので、そこで待ってくれる方結構いらっしゃるので、そうですね。はい。はい、1万。3回目の2回目です。あ、そうなんですか。コスパがいいの、ステーキ食べても1000円ちょっとでランチが食べれるってことで、はい。 1000円しない。これは、来ちゃいますね。これは来ちゃいます。美味しい、柔らかい。自分は初めてです。あ、初めてなんですか。フェイスブックで、はいよく前田亭さん、稲町の方で、はい紹介されてましたので、で加須にもあるんだと思って、はい。それでやってまいりました。あ、そうなん、初めてなんですね、はいそれ。ジューシーハンバーグ250円定食。はい。以上。かしこまりました。後ろが22です。 OK。はい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ハンバーグはステーキと違って固定の焼き時間が決まっているので、ちょっとハンバーグの時間を見て相談しながら、ちょうど全部一緒に揚げられるように、先にステーキだけ揚げちゃうとハンバーグだけ遅れちゃう。肉も全部同じわけじゃないので、本当にもう自分の感覚でこれぐらいだなっていうのを見極めてあげるしかない。結構大変ですはい。じゃあ、待って。お待たせいたしました。北海道サーロインバーグ250定食します。他はセットで大変お気をつけください。今ね。豚プリン1万2。どうですか、第一印象としては。インパクト大きい。がサーロインサーロイン150、9択いきます。はい、お願いします。お願いします。お味どうでした。ハンバーグが包丁で刺したら肉汁がバーって出てきたっていう最高でした。最高でした。お待たせいたしました。こちら黒毛和牛とハンバーグ 250g お持ちしております。
な。ありがとうございます。前立て、今稲去って、はいあと数と3店舗あるんですけど、うんやっぱ若干メニューに違いがあって、ハラミは今数店でしか食べれないので、ぜひお客様には食べていただきたい料理ですね。限定のハラミのお肉です。ありがとうございます。頑張っております。ハラミのレギュラーです。お願いします。失礼いたしました。ハラミサイコロとムラーラーです。ご飯普通盛りでございます。はい。失礼いたしました。ニンニクレギュラー。はい、かしこまりました。山田さん。これの値段はやっぱり安いよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ハンバーグもあんまりパン粉がつきすぎてたりするとちょっとパン粉っぽい味になっちゃったりとか、逆につけなさすぎるとちょっと油が溢れてきちゃってうまくハンバーグが膨らまなかったりするので、その辺の販売っていうのを結構気をつけながら普段やってますね。いやそういうことじゃなくて、5のレギュラーサイコロ、はい、12のラージサイコロ、お願いします。はい、これ3択のニンニクスモールとあとハンバーグ150で。でハンバーグはなんかふわふわ系の感じで、お肉柔らかくて、はいソースちょっと甘めな感じで、ご飯が進む味ですね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お待たせしました。2つともウェルダンではい、お願いします。ちょっとよく焼いてほしいとか、逆にちょっとレア、たまにそういう風にお客様からオーダーいただくことがあるので、大体レアからミディアムレアぐらいの大体やっぱ鉄板の温度もあるので、食べてる間にだんだんちょっとずつ火が入っていくようなっていう風に調整はしてるんですけど。お願いします。はい、サーロインの150、ウェルダンで2つお願いします。6択です。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。またお待ちしております。
7のニンニクの味です。はい。はい。お願いします。1のわさびレギュラーです。お願いします。8のニンニクレギュラーお願いします。こちらでございます。はい、すみません。ペッパー熱いです。お気をつけください。ご注文以上でそれでしょうか。雨の中、そうですね、たくさんのお客様にいらっしゃってありがたいです。これが8のニンニクレギュラー。これがさっき朝仕込んでたサイコロステーキです。いらっしゃいませー。90でステーキあります。バリスタって言って、醤油とお酒と砂糖ですねを混ぜたものになってます。香ばしさを出したりとか、あとはちょっとこういう焦げ感っていうのをちょっと演出したりするのに使ってます。あとはお酒とかも入ってるんで、臭み消しとかに使ってます。いらっしゃいませー。いらっしゃいませー。13の辛味レギュラーが立っていきます。3つ目、4つ目です。13です。お願いします。8のニンニクラジ。はい。はい、4のニンニクラージいきます。お願いします。かなまであれすればはい。お願いします。ニンニクスモールのウェルダンで。はい。いらっしゃいませ。すいません、お待たせいたしました。このレギュラーです。このレギュラー。じゃあ、失礼します。この手をお使いください。はい、かしこまりました。ご飯の量です。ありがとうございます。ないわ、ここから終わりになってる。お願いします。ちょうどタイミングなんで。13のニンニクラージ1つ目お願いします。はい、お願いします。
サーロイン150円か。はい、1つ目です。5のサーロイン150円、2つ目。13ニンニクスモールです。お願いします。レギュラー。はい、8のわさびラージ。わさびのラージですね。はい、じゃあラージさんいくつお願いします。7缶です。はーい。お願いします。お待たせいたしました。黒毛サーロインステーキですね。はーい。ご注文以上そうでしょうか。はい。お待たせいたしました。どう？柔らかい、すごい。美味しい。うん。揚げていきます。お待たせいたしました。焦がしニンニクソースのラージ定食になります。鉄板は熱いので大事にお気をつけください。ございます。私も。いらっしゃいませ。うなずきながら食べてもうやめられないです。最高です。おはようございます。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。どうぞ。お皿。この後皿。4つ続くかな、皿が。お待たせしました。ラーメン並盛りですね。どうぞ。どこ行っても結局ここが一番美味しいですね。はい、行くよー。
はい、オッケー。お待たせしました。さらに味玉です。どうぞ。外で食べるとしたらここしかない。本当コツコツやってると運が向いてくるんですよ。こういうのもそうですし、運を逃さないようにコツコツやってると自然って寄ってくるんですよね。ありがとうございます。ありになります。すいません。これ込み柄っていろんな柄が入ってるんですけど、これをちょっと仕分けます。1袋10キロですね。これいっぺんに入れちゃうと、沸騰が止まっちゃうんです。これだけ凍ってるんで。なんでちょっと面倒くさいんですけど、わざわざ分けてっていうか。よいしょ。これが前日で4時間かけて取ったスープなんですよ。大体7時、これゼロからやるともう全く回らないんで、これ稚油です。うちは2種類使ってて、親鶏って言って卵を産まなくなったすごい脂のねっとりした感じの脂と、あと若鶏って言ってまだ全然現役の鶏のほんとさらっとした脂ですね。それを両方使ってます。よし。ラーメン自体は食べれますか？今しとかないと焦げるんですよ、下が。私が小学校6年生の時にラーメンショップっていうのができて、そこで初めて食べたラーメンがものすごい美味しいネギチャーシュー麺ですか。そんな記憶が多分ずっと残ってたんだと思うんですけど、引っ越し屋さんのトラック乗ってた時にいろんなラーメン食べ歩いて、で気に入ったのがやっぱり家系だったんですね。家系の総本山の吉村実さんがもともとラーメンショップでやられてたんで、それで家系しかないなと思って。はい。よいしょ。オープン23年前に本木屋の親父と一緒に飯よろしくお願いしますということで一緒に行ってもらって、それで入れてもらったって感じですね。で時々やっぱり麺の数が発注数が多いと「玉井さん頑張ってるね」って言ってくれて、だって家系のあれから見てる人じゃないですか、できた時から。だからその人に言ってもらえるのが本当嬉しくて。変えてると思うんですけど、基本はオープンするときに本木屋さんからこのスープと醤油をもらえるんですよ、最後。あります。やっぱりこれに燻製つけるんで、
この匂いも多分あると思うんですよね。後でここにチャーシューが浸かるんで。よいしょ。まだ全然5時ぐらいなんで火つけるのこっち。切ったチーズもスープで入れましょう。これで5日間持たないぐらいなんですけども、これ仕込むのすごい大変なんで、もうあるだけでやってます。いいですか？はい。じゃあこれ置いてるんですよ、これが。すいません。いいです。これで余熱でちょっと火入れる感じで。はい。継ぎ足しでやっていくんで、その時に足して薄くならないようにっていう形で。弱火で取っとくじゃないですか。5、6時間置いとくんですよ。でこれ火かけないともう本当にスープ生き物なんですぐ腐っちゃうんですよ。さあ火入れします。これ茹で汁じゃないですか。これだけでも十分美味しいんですよ。ちょっと飲んでみてください。美味しくないですか？めちゃくちゃうまいですね。これをスープにやってるお店もいっぱいあります。鶏ですね。鶏をでもひたすらオーブンまで煮込んでいく感じです。煮豚の方が本当に柔らかくホロホロの感じで、燻製の方は歯応えがある感じですね。なるほど。
先に。よいしょ。油を取るんですね。切り置きなんですけど、しておかないと全然間に合わないんで。真空じゃないですけど、ある程度空気抜いて劣化を防いでる感じですね。これだけ巻いて、はい。いいことちょうだい。一回休憩してください。もうよいしょ。よいしょ。まず肉豚から揚げていきます。
いしょ。うわ、もう一台来ました。お客さん。最悪仕分けできなかったらいいよ、しなくても。でも青いフィットは。ここだけやるわ。早いんだよね。ね、今までのと全然めちゃくちゃ早い。あんまり頑張らないことにしてるんです。あんまり忙しくしてプレッシャーかけすぎるとうまく回らなくなるし、できる範囲でやることにしようって。よいしょ。OK。30キロ目ですね。よいしょ。上の蓋は取ってある。はい、一番美味しいぐらいです。本当に。おはようございます。先にシャッター開けさせていただきます。
9になるかな。じゃあ、飛んでいこう。はい。おはようございます。いらっしゃいませ。朝ラー、卵、味米、ほうれん草抜き。この後朝ラー。4つ続くかな、朝ラーが。はい。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。おはようございます。どうぞ。最初は大のネギの。はい、どうぞ。おはようございます。どうぞ。はい、どうぞ。のり。はい。最後。オッケーよー。姫様、2組。お待たせしました。どうぞ。お好みありがとうございます。どうも。おありがとうございます。オッケーよー。オッケー。なんでそしたらいいよ。はい。1名様1名様1名様。お待たせしました。さらに味玉です。どうぞ。はい、どうぞ。先頭2名様までお願いします。お待たせしました。のり3枚ですね。お待ちどうさまです。のり5枚増しの味玉です。どうぞ。ありがとうございます。いつも来てくれてるんですけど、白米はかなりうまい。白米はコクがあってあっさりっていうのを常に狙ってますね。最近の流れだとすごいドロドロのとかちょっと流行りになってきてると思うんですけど、やっぱり家系の原点ってコクがあってあっさりだと思うんで、そこをちょっと曲げちゃいけないのかなっていう。はい。ね、運びお願いします。はい。じゃあ3玉。ありがとうございます。どうもありがとうございます。はい、いらっしゃい。はい、どうぞ。こんにちは。どうぞ。どうぞ。ごちそうさまでした。はい、どうもありがとうございます。この回6人前でいきましょう。次の回6人前。はい。その後、小レース4つかな。大丈夫です。涙は涙まで。オッケーよ。その後朝ラー、ほうれん草抜き卵3かな。はい。はい、どうぞ。こちらからはすいません。一度外でお待ち。しました。大盛りネギラーメンです。お待ちください。どうぞ。お買い求めからどうもお待ちお願いします。オッケーよ。ほい。おはようございます。はい、オッケーよ。落ち着いたらちょっと一回閉めて寒いから。はい。さあ、どうも毎度いつもすみません、ありがとうございます。しょっちゅう来てます。どこ行っても結局ここが一番美味しいですね。4名。はい、ありがとうございます。6名様行こう。はい。どうぞ。ここからどうぞ。その後4名様続いてください。どうぞ。こちらからどうぞ。食券カウンターの上それぞれの前に置いておいてください。波のりさん、波のりさん。で、朝ラー卵、朝ラーです。行きましょう。6人前ね。朝ラーのりさん。朝ラー。ライス6個。はい。
お待ちください。大好評無限にんにく、ちょっとマヨネーズかけていただくと本当ご飯止まらなくなります。ぜひどうぞ。波波シュー波波シュー波ライスです。波乗り号、波です。ネギライスね、どうぞ。お待たせしました。今回6人前ね。もういけそう次。まだいけません。人数だけ教えて。はい、行くよー。はい、オッケー。オッケー。ありがとうございます。とぶり助かります。はいですね。ごちそうさまです。どうぞ。取ります。お待たせしました。サラですね。どうぞ。あちのお気をつけください。3名様までお願いします。1名様、こっちのカードをどうぞ。どうぞ、食券カウンターの上に置いていってください。もう1名様、こっちどうぞ。はい、どうぞ食券カウンターの上それぞれの前に置いていってください。どうぞ。ちっちゃいです。いいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。そらっちょり、うすらじ、乗り号してかったしですね。どうぞ。あ、7125ね。はい。ご飯さんにもお願い。出た。ありがとうございます。お待ちくださいます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。いけよ。ね、運びお願いします。3番さん。だからして、どうぞ。あ、うまい。はい。あ、うまい。美味しい。いくよ。はい。はい、どうぞ。取ります。いくよ。さあ、して、どうぞ。お待たせしました。サラです。申し訳ありません。お待ちください。12、11、10かな。ネギ鍋ですね、どうぞ。塩、油少めですね、どうぞ。はい、どうぞ。朝ラーのりさんだっけ。朝ラーのりさん、朝ラー。仕事が一段落して朝ごはん食べに来るみたいな。もういつも通り美味しいですよね。昨日も来たし。外で食べるとしたらここしかも。ここ以外はあんまり美味しくなくなっちゃう感じ。奥から行きます。お待たせしました。3名様。はい、お待ちください。1名様。どうぞ。お酒です。お酒使います。はい、すみません。タンキンで波と小ライスとか。今から食べる。はい。お米も海苔も値上がりがすごくって最近時間変えて短縮したんですよ。本日1回目の高画面のスープ調整に入ります。ちょっとお時間いただきます。すいません。げんこつたちを1回全部ザブのスープの方に移してどんどん足していく感じですね。1日2回この全抜きっていう作業があるんで、大体柄の命は3時間ぐらいですかね。3時間。今30キロをこっちに全部足して、あれ九州で呼び戻しっていう製法を使ってまださらに取るって感じですね。シュー波です。オッケーよ。これでお願いします。チャーシューを白髪。ね、どうぞ。あ、すみません。大丈夫ですか。ありがとうございます。お疲れ様です。
はーい。ラーメンに味玉ですね。はい、オッケーよ。ラーメンラーメン無理ですね、どうぞ。はい、どうぞ。今日注文したのはラーメン。ラーメンに TKG。すごい美味しい。いつも大好きです。汁と TKG がめちゃくちゃあって美味しいです。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございました。評判は伺ってたんですけど来たことなかったんで今日ちょっと厚木の方から来たんで中盛りラーメンに海苔をトッピングで非常に美味しかったです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。波中波4人前ね。波の何か。はい。よろしく。はい。お待たせしました。ラーメン白髪ネギ。はい、行くよー。波です。これです。はい、どうぞ。お待たせしました。柔らかなTシャツチャーシューです。ありがとうございます。私は週1ぐらいのレベルでの T シャツ。あ、そうなんですよ。身につけてるとトッピングが1個無料になるので、そんなに重くなくてこうすっきりした感じなんで、そこが我々は気に入ってます。で、あとライスもトッピングが結構豊富なんで、ニンニクのがっつりと高菜のあっさりでこうバランスをとって食べてます。はい。初めて来ました。初めて来た。はい。結構家系好きでいろんなとこ食べ歩いてるんですけど、美味しかったです。すいません、ありがとうございます。先頭5名様までご願いします。2名様こっちどうぞ。こっちの3番目どうぞ。2名様ですね。こっちのどうぞ。オッケーよー。はい。おあまだこんにちは。中盛りですね。はい。ごめんなさい、お待たせしました。チャーシュー大盛りです。波ですか。そう波。そろそろ準備で。いくよー。じゃあ2名様。はい。10。あと3名様。1なんじゃないの？21。うん、212ね。5名様ぴったり。212でいいよね。212。2つ目ですね。オッケー。10波。はい、どうもありがとうございました。どうぞ。ビールどうぞ。今日初めて。いや、もう何回か。うなずきながら食べてました。もうやめられないです。最高です。大満足です。お先に中で食券求めてお願いします。1名様こっちどうぞ。もう1名様ここどうぞ。できったやつを抜いていくって感じですね。はい。またこっちのこの繰り返し。お待ちください。波の海苔さん卵。はい。最初が大。はーい。はい、どうぞ。ライスネギ飯の準備してお待ちください。どうぞ。2.7。2.7。10時。あ、いいよ、まだまだ。1211。お疲れ様。ありがとうございます。美味しかった。ありがとうございます。励みになります。すいません。はい、すい
します。1ケージです。白開けます。はい、いらっしゃいね。はい、どうぞ。先 TKG ですね。どうぞ。はい。お待たせしました。ラーメン並盛りですね。どうぞ。固めで、はい、海苔が固め。私も固めで。固めで。石原さん、どうもすいません、ありがとうございます。遠いとこすいません、ありがとうございます。助かります。はい、どうもありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ダメですね、入り口ね。お願いします。これを。いやー。はい。してたね。これ温めです。はい、ありがとう。ここからいいよ。一番。どうぞ。ラーメン焼き玉です。炭みたいな日でも、まあ、もうそうです、全然店に全く来ないっていう時は旅行に行かない限りないですね。23年間成功した人って100人が100人私は運があったって言うじゃないですか、本当コツコツやってると運が向いてくるんですよ。テレビなんかも本当に YouTube さんたちがいろいろ上げてくれたのをそのテレビのディレクターが見てくれたんで、こういうのもそうですし、運を逃さないようにコツコツやってると自然って寄ってくるんですよね。お願いします。餃子めちゃめちゃ美味しいです。何回でもおかわりします。これいうのします。ここでもみんな基本的に何でも美味しいんで、初めてのものでも安心してチャレンジできる感じなんで。うまそう。あおはようございます。ちょうどでしたね。何回か洗っていきます。25、6人ぐらいなんですよね。一人でやってると結構きついんですよ。手力とか一切しないので。これは一回水気を取って。肉の水分を全部抜いていきます。カラカラになるまで。
で振動度いいんですかね。チャーハンに入れたりとか何でも使えるんですよこれ本当に。ワンタンのすり身がうまいんですよ。すり身のワンタンが定番のやつもあって、あと週替わりのやつもあるので。これで完成です。いっぱい水分抜いて、次はつけだれにつけていきます。
鶏のつけだれです。もも肉です。これが胸肉です。住宅街でやりたかったんですよ。住宅街で結構本格的なというか、はい、だから常連さんみんなもう中華街に行かなくなっちゃったって嬉しいですよね。そうやって言っていただけると。よし、OK。
感じのこの5番の豚肉の。はい、かしこまりました。はい、わかりました。今日美味しかったです。コロナで1年ぶりだったから。うまそう。うまそうだし辛そう。見た目もそうだし味もいいし。でもね、期間限定だからね。そうだね。できて間もないくらいから通ってますけど、ここでもみんな基本的にラーメン美味しいんで、初めてのものでも安心してチャレンジできる感じなんで、ご苦労様です。失礼します。こんにちは。いや、これはわかんない。黒バナ担々のを食べる。そう。お願いします。肉汁あふれる餃子ですね。黒だよね。
ごちそうさまでした。とりあえずビールをいただきます。はい、お願いします。そう、でも先月末以来ですか。それも最近全然行ってなかったんで。そうかもしれない。すみません。結構怒られるんですか？はい、黒酢の酢豚と大山鶏の唐辛子炒めがすごく美味しいです。お待たせしました。酢豚定食です。はい。切りするみのワンタン。はい、かしこまりました。お願いします。お待たせしました。行こうかなと思って。この間、ノルウェーに超ありかったんですけど。あ、わかりました。こうやってやってもらったそうなんです。はい、わかりました。安いじゃん、そうだね。こんにちは。お疲れ様でした。いらっしゃいませ。はい、お待ちします。10分後に2名。決まりですか。じゃあこれね。はい。黒ごま。黒ごま。ライス。ライス。はい。他の選手が一番どこか。こんなシーンなかなかないのよね。
船鶏のネギ醤油がけ。はい。いいだしめいいよ。お願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。すいません、お待たせしました。どうぞ。いい。美味しかったです。ありがとうございました。お疲れ様です。マスター頑張ってよ。また来ます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。おすすめとかございましたら。餃子めちゃめちゃ美味しいです。うち子供もいるんですよ。一緒に来たら何回でもおかわりします。餃子食べるとき気をつけてください。肉汁出るので。担々麺お待たせしました。焼き餃子お待たせしました。
年修行して、このお店は9年目に入りました。いろんないいところをもらって、自分の味を出してやっています。